皆さんこんにちは、五野へみきです。プレゼンが棒読みだって指摘されちゃいました。原稿があるとその通りに読むだけになってしまうんですよね。でも原稿がないと言葉が飛んじゃうんです。こういうご相談はもうよくいただきますね。プレゼンは棒読みじゃない方がいいですよね。プレゼンが棒読みって喋り手もしんどいですし、聞き手もしんどいですよね。プレゼンは棒読みじゃない方がいい。じゃあ棒読みじゃないプレゼンにするためには何をするのがいいと思いますか？原稿をきれいに読む練習を繰り返す。これがいいと思いますか？アナウンサーとかナレーターみたいに原稿がきれいに読めたらプレゼンって伝わるプレゼンになるんでしょうか？はい、今日はちょっと簡単なプレゼン原稿用意してみました。これこのまま綺麗に読むということをするとこうですね。本日は新製品をご紹介します。新製品は顧客のニーズにお応えするために新しいアプローチとしてコンパクトで軽量なデザインが特徴となっています。はい、こんな感じですね。私だったらこの文章、この同じことを伝えるためにこのままは読まないですね。私だったらこうします。今日はですね、新製品をご紹介します。今回の新製品なんですけれども、顧客のニーズにお応えする、これをとても大事に考えました。で、取り入れた新しいアプローチがあります。今回の新しいアプローチ、コンパクトで軽量なデザイン。これですね。コンパクトで軽量なデザインが特徴になっている新製品を今回ご紹介します。こんな感じですかね。はい。これね、原稿を用意してきれいにそれを読むことを練習するっていうのが無意味だとは言わないですけれども、きれいに原稿を読むっていうことがプレゼンテーションの時に意味があるかっていうと、ちょっと微妙かなと思うんですよね。その聞き手の方々がプレゼン原稿、その話し手のプレゼン原稿を手に持って間違えていないかチェックしながらプレゼンを聞くなんてことはまずありえない。原稿をそのままきれいに読むっていうことよりも、中身が伝わることが重要なわけじゃないですか。なので、原稿をそのままきれいに読むっていうことは、あまり意味がないと言っていいかなと思いますね。じゃあ原稿を用意しなければいいのかというと、それはそれで難しいと思われる方多いと思うんですね。やっぱり言葉が飛んでしまうとか、私も未だに司会をやるなんていう時で加えたいアドリブみたいなことがあったら事前に思いついた時はやっぱりメモをね取っていたりしますし、全然原稿がないっていうのは難しい。原稿がなくてできる方はね、もうそれはそれでやっていただいて、原稿がないともう飛んでしまいます、声が震えてしまいますっていう方はやっぱり原稿用意しておいた方がね安心だと思います。で、その原稿を用意するときにおすすめしている方法、今日はご紹介しますね。話し言葉で原稿を用意する。おすすめしているのはこれです。スピーチトレーニング。はい、で私はトークの要素を6つに分解してお伝えしていまして、今回は内容の話、特に言葉の選び方についてになります。言葉を選ぶ。プレゼンの時に言葉を選ぶ。これ何が大事だと思いますか？印象に残るキーワードを散りばめることですか？あとは頭が良さそうな専門用語を並べることですか？私が考える言葉の選び方、一番大事にしていることは伝わることですね。やっぱりどんなに素晴らしい新製品でも伝わらないと意味がないですね。すごく頭良さそうに見えても聞き手の人に理解されなかったらあんまり意味があるプレゼントは言えないと思うんですね。なので伝わるように伝える、それを意識する、これが一番大事だなと思います。聞き手を想定した言葉選び、分かりやすい言葉選び、自己満足にならないプレゼンになってきますね。で、私がおすすめしているのが話し言葉変換ですね。そのまんま読むと朗読調になってしまうという原稿をあえて話し言葉に変換した原稿にするということで、聞き手に話しかける、伝わるように伝えるという狙い、目的があります。スピーチ
チトレーニング。話し言葉変換とはという話の前に、話し言葉とはという話からいきますね。まず日本語は書き言葉と話し言葉があります。この書き言葉、話し言葉っていう言葉は、文章語、口頭語っていうふうに言われることもありますし、文語、口語というふうに説明されることもあります。で、日本の国語教育で用いられる用語が書き言葉、話し言葉なので、ここでもこの用語で説明をしていきますね。ちなみに、学習指導要領、国語科学習指導要領ですね。こちらは中学校2年の指導事項に話し言葉と書き言葉との違い、これが入っていますので、皆さん勉強はしているはずです。中学校の国語の授業、思い出してみてください。書き言葉でこんな文章を作ってみました。作文の文章ですね。読み上げます。私は夏休みに家族で隅田川花火大会に行きました。いつもはテレビで見ているのですが、今年は抽選の観覧席が当選し、間近に花火を見られることになったのです。隅田川花火大会に限らず、打ち上げ花火を近くで見るのは生まれて初めて。私はたくさん予習をして家を出ました。はい、じゃあこの同じ内容を話し言葉にして喋ってみます。こちら。夏休み花火見に行ったんだよね。隅田川の花火大会。いやー、すごかったね。テレビでね見たことはあったんだけど、今年はね、そう観覧席で見た。抽選で当たったのよ。すごいよね。私、打ち上げ花火を近くで見るっていうのももう初めてで、これは楽しまなきゃと思って、でさ、花火の名前とか予習しちゃったよね。はい、話し言葉バージョンですね。こういうふうに書き言葉と話し言葉を並べて比べると、書き言葉の方が硬い印象、改まった印象、フォーマルな印象がありますね。で、話し言葉の方が柔らかい、砕けている、インフォーマル、そういう印象になります。スピーチトレーニング。で、書き言葉の方がフォーマルな印象がある。だからプレゼンの原稿を作るときに書き言葉で原稿を用意しちゃうという方ってすごく多いですね。この書き言葉で原稿を全部用意するということがプレゼン失敗の要因の一つだなって私は考えていまして、っていうのもやっぱり書き言葉っていうのは読むための文章なんですよね。視覚で追って目で黙読するための文章なので、話すための言葉っていうのは話し言葉。はい。で、話し言葉で原稿を例えば作ってそれを文字で見るとすごくカジュアルに見えると思います。でもこれ文字で見せて判断を仰ぐってわけじゃないですよね。プレゼンっていうのは喋って伝えるものなので、お客さんとしては耳から情報が入ってくる。はい。耳から入ってくる情報なのですごくカジュアルっていうふうには聞こえない。これプレゼンの資料、見せてる資料を全部話し言葉で書いたらそれすごく砕けてるように見えますけれども、話す方の言葉ということですね。で、先ほど話し言葉、話し言葉で花火を見に行ったっていう話をしましたけれども、先ほどはタメ口のバージョンでやりました。タメ口、同い年の人とか、後輩の人と話す時の、いわゆるタメ口ですね。これはそもそもインフォーマルなので、同じ内容を敬語に変更します。敬語の話し言葉で同じ内容をしゃべるということを今からやってみたいと思います。私がラジオでリスナーに話しかける、語りかけるとしたらこんな感じにします。はい、今日はですね、夏休みに行ってきました隅田川花火大会の話をちょっとここでさせていただきますね。隅田川花火大会行かれたことありますか？私はですね、今まではテレビ中継でしか見たことがなかったんですけれども、今年はですね、なんと観覧席で見ることができました。抽選の席なんですけれども、運よく当たりましてびっくりですよね。で、実はですね、打ち上げ花火を近くで見るっていうこれが初めての体験で、もうこれは楽しまなきゃと思いまして、しっかり予習しちゃいましたよね。はい、こんな感じになりますね。話し言葉って敬語になると人前で使う言葉になるんですね。
書き言葉だとそのまま読むと朗読なんですけれども、敬語の話し言葉の原稿というのは自然に相手に話しかけている、そういう印象を抱かせることができる、そういう期待ができますね。はい、なので原稿を話し言葉に変換しようというのが私のおすすめでございます。スピーチトレーニングでは、話し言葉変換とはという話に行きますね。話し言葉変換っていうワードは私のオリジナルのワードになります。話し言葉っていう言葉は教科書にも載っている言葉で、話し言葉変換は私のオリジナルの用語ですね。で、日本の国語教育っていうのは話し言葉を書き言葉に変換する、この授業はやっているところがほとんどだと思います。皆さんも自分が喋っている内容を作文にしましょう、書き言葉にしましょうって言われたらすぐできるという方がほとんどだと思います。で、この逆の書き言葉を話し言葉に変換する、この授業はあんまりやっているところはないと思うんですね。この書き言葉を話し言葉に変換する、これ普段からやっている方もいます。それはラジオ業界の方ですね。私ラジオのアナウンサーもともとラジオのアナウンサーだったんですけれども、そのラジオのアナウンサーですとかラジオパーソナリティ、そういった方はですね、基本的にラジオってフリートークで喋っているので、フリートークで喋っている中に原稿の朗読部分が突然出てくるとちょっと違和感があるんですよね。なので原稿があるっていうところも即興で話し言葉に変換して喋っているというのが基本的なラジオの喋り方ですね。天気予報とかも即興で言葉尻を変えたりとか順番を変えたりとかして一番リスナーの方に伝わるようにというのを意識しているというのがラジオの喋り方なんですけれども、即興でやるのはね、最初は大変です。私も最初はできなかったです。なので、ラジオアナウンサーみたいに書き言葉の原稿を用意してそれを即興で変換しましょうという話じゃなくて、もともと話し言葉で原稿を用意する。あるいは他の人が作ったものも話し言葉に変換しておいて練習する。それがおすすめですね。で、今日ちょっと長くなったので、次回ですね、具体的な話し言葉変換の方法をお伝えしたいと思います。簡単にできる3つの話し言葉変換というのを次回ご紹介したいと思います。スピーチトレーニング。五戸美希のスピーチトレーニング、メルマガやっております。メルマガは無料です。メルマガ限定のラジオを配信しています。よかったら登録してください。オンライン教材、人前で話すのが怖くなくなる話し方講座、本編90分で、人前で話すときに必要だなと私が思うことを、初めにしてたら違ったなと思うようなことをギュギュッとまとめた動画教材になっております。ぜひチェックしてください。マンツーマンレッスンもやっておりますし、グループレッスンはオンラインサロンでやっています。プラン一覧に載せているのでよかったら見てください。今日もご覧いただきましてありがとうございました。